こんにちは。今回は松編みの増やし目の編み方を紹介します。4種類の松編みを作り、目を増やしていきます。編み図で説明します。今回は松編みを長編み3目と長編み4目、そして長編み5目で、次が長編み6目で作る4種類の松編みを編んで目を増やしていきます。今回の見本は13目の鎖編みを編んで、最初は細編みから編み始めます。細編みを編んで鎖編み1目を開けた2個目のところに長編み3目の松編みを編み、鎖編みを1目開けた2個目のところに細編みです。これを繰り返して1段目は細編みで終わります。最初は長編み3目の松編みを3個編みます。次に長編み4目の松編み。次は長編み5目の松編みで、4段目が長編み6目の松編みで目を増やしていきます。最初の1段目を編みます。鎖編みを13目編みました。最初は細編みですので、立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだ根元の鎖編みに裏山を拾って細編みを1回編みます。これが編み始めです。次は長編み3目の松編みを編みます。裏山の1つ開けた2個目の裏山に長編みを3回編みます。長編みを1、2、3、鎖編み1目に長編み3目を編み入れた長編み3目の松編みを編み、次は鎖編み1目を開けた2個目の鎖編みの裏山に長編みを3回編みます。次は細編みです。2個目の裏山に細編みを編んで、松編みが2つできました。もう1回作ります。2個目の鎖編みの裏山に長編みを3回編みます。2個目の鎖編みの裏山に細編みを編んで、1段目の長編み3目が入る松編みを編みました。次は2段目です。今、1段目を編みました。2段目は長編み4目の松編みを編みます。2段目を説明します。1段目が終わって、2段目は長編みから始まりますので、鎖編み3目を編んで、同じ細編みのところに長編みを1回編みます。次は細編みを1段目の長編み3目の松編みの中心の長編みに細編みです。次は長編み4目を1段目の細編みに編み入れます。これが2段目の松編みの長編み4目です。次は1段目の中心の長編みに細編み。次は長編み4目を細編みに編み。次の細編みは1段目の中心の長編みに編んで、最後のところは長編み4目の半分の形の長編み2目を1段目の細編みに編みます。次は2段目です。立ち上がりの
鎖編み3目を編んで、編み地を裏返し、鎖編みを編んだ細編みの頭に長編みを入れます。同じところに長編みを1回編み、次は細編みです。1段目の長編み3目の中心の長編みの頭に細編みを1回編み、次は長編み4目の松編みを次の細編みの頭に編みます。長編みを1段目の細編みの頭に4回編みます。1、2、3、4。細編みに長編みを4目編みました。次は細編みを1段目の長編み3目の中心のところに細編みを編んで、これが2段目の長編み4目の松編みです。次も同じように細編みの頭に長編みを4回編みます。長編みを4目編み、細編みを1段目の長編み3目の中心に細編みを編みます。次は最初のところと同じように長編み4目の半分の2目の長編みです。1段目の細編みの頭に長編みを2回編みます。これで2段目ができました。両端は半分の形を編んでいます。次は3段目です。3段目は2段目が長編み4目でした。3段目は長編み5目を編みます。2段目はこちらから長編み4目の玉編みを編み、最後は長編みを2目入れました。3段目は長編み5目の玉編みを編みます。鎖編み1目を編んで長編みの頭に細編みを編み、次は細編みの頭に長編みを5目編んで、次の細編みは前の段が長編みが4目でしたので、長編みの頭ではなく、長編み2目と長編み2目の間のところに細編みを編みます。次にまた長編み5目の松編みを細編みに編み、細編みを編むのは2段目の長編み4目の間のところに細編みです。そしてまた長編み5目の松編みを編んで、最後は細編みです。3段目は細編みから編み始めます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、鎖編みを編んだ根元の長編みの頭に細編みを編み、次は長編み5目を前段の細編みのところに長編み5目を編みます。1、2、3、4、5。3段目は長編みを5目編み入れた松編みです。次は細編みです。次の細編みは2段目で長編み4目の松編みを編みました。細編みを編むのは長編み2目の間のこの部分に針を入れて、長編みの頭ではなく長編みと長編みの間のところに針を入れて、ここに細編みを編みます。
偶数の数の松編みの時は、中心の間のところに細編みを編みます。次は、隣の細編みに長編みを5回編みます。細編みに長編みを5目編みました。次の細編みも長編み4目の中心のところの間に細編みを編んで、次の細編みに長編みを5目編みます。長編み5目を編んで、最後は細編みです。最後の細編みは2段目の立ち上がりの鎖編み3目の3個目のところに細編みを編んで、これで3段目ができました。少しずつ目が増えて、編み地も広がっていきます。次は4段目です。3段目が終わって、次は4段目です。4段目は長編み6目の松編みにします。1目増やしています。最初は立ち上がりの鎖編み3目を編んで、長編み6目ですから、その半分の数の長編みを入れます。鎖編み3目が長編み1目ですから、あと2回長編みを前段の細編みに編んで、次の細編みは前段が5目の奇数ですから、中心の長編みに細編みを編みます。3個目の長編みに細編みです。次は長編み6目を細編みに編み、次の細編みは5目の松編みの中心の3個目の長編みに細編み。次に長編み6目の松編みを編んで、細編みを編み、最後は長編み6目の半分の長編み3目を前段の細編みに編んでいきます。4段目です。4段目は長編みから編み始めますので、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、編み地を裏返します。同じ細編みのところに長編みを2回編みます。4段目は長編み6目の松編みですから、鎖編み3目と長編み2目で半分の形ができました。次は前段の松編みの中心のところに細編みです。5目の松編みの中心の1、2、3個目の頭に細編みを編んで、次の細編みのところに長編み6目の松編みを編みます。長編みを6回編みます。同じところに長編み6目を編みました。次は細編みです。3個目が中心になりますから、中心の長編みの頭に細編み。そして次の細編みに長編みを6回編みます。長編みを6目編みました。次は細編みを3個目の長編みの頭に細編みを編んで、最後は長編み6目の半分の
長編み3目を編みます。最初の細編みの頭です。前段の最初の細編みの頭に長編みを3回編みます。これで一番最初の長編み3目の松編みが4段目では長編み6目の倍の大きさになりました。このように増やし目をしていきます。今回は毎段長編みを1目ずつ増やして増やし目をしましたが、急に大きくしたくないときは、1段目、2段目を長編み3目、3段目、4段目を長編み4目というように、2段ごとに目を増やしていっても、緩やかな増やし目になります。もっと増やしたいときは、今は長編み6目ですが、長編みを7目、8目と増やしていくこともできます。松編みを増やしたいときは、松編みの一つの模様の目を増やしていきます。松編みの増やし目は、松編みの形の目を一目ずつ増やしていくと、増やし目ができます。松編みの増やし目の編み方を紹介しました。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。